皆さんこんにちは、ガジェログです。今日は Redmi スマートバンド Pro の音楽再生コントロールについてご紹介したいと思います。今こちらの方が YouTube の NCS 著作権フリーの音楽サイトになります。どうやって再生するかっていうことなんですけども、気をつけないといけないのはバンドの方から再生をすることはできません。あくまでもスマホ側で再生しているものを次に送ったり戻したり、ボリュームを上げたり下げたり、そして停止ですね、そこまでしかできないんですよ。実際ね見ていただければわかるんですけども、少しちょっと残念なところもあります。一回止めてしまうと再生が続かないんですね。そこだけちょっと気をつけなければいけないポイントになります。ではね、早速見ていきたいと思います。実際今再生されてますね。文字盤から今ウィジェットに設定していないとこれが出てきませんのでご注意ください。ウィジェットのところに音楽再生のところをタップして追加しておいてください。私はすぐね今文字盤のこのように右側にすぐ出るようにして設定してあります。レビュー用にもう簡単にしてありますので、これはご了承くださいね。次のページっていうこともありえますので、操作しやすい位置にね持ってきていただければと思います。それで今ですね、この音楽再生コントロールの操作する面が出てきました。でこちらが今再生されていますけども、例えばですねボリュームを上げてみたいと思います。はい、このように上げることができました。そしてこっち側ですね、下げる。はい、しっかりこの上の部分見ていただくとバーが上がっているの分かりますかね。はい、このように操作することができます。そして次に曲を送る、これをやってみたいと思います。CM 入っちゃいましたけども、このようにね曲送りっていうこともできます。では次にですね、曲戻しやってみたいと思います。はい、今戻りましたね。このように曲送りと曲戻しもできるようになっています。そして最後にですね、この真ん中の一時停止を押してみたいと思います。はい、こちら止まりましたね。でこちらも止まりました。これがですね一番のデメリットというか、ここがダメな点ですね。一時停止してしまうとそこからもう全く操作を受け付けてくれないんですね。これもしかしたらバグなのかもしれないですね。なんでかって言ったら一体ちょっと止めたい時って普通にありますよね。でその時にもうここから操作ができなくなってしまうっていうのはちょっといただけないなと思います。しかしながら、こちらの方でもう一回ですね再生を今始めますとまた復活するということになります。もう一回これ止めてみたいと思います。はい、もう全く未再生となってしまって接続が解除されてしまった状態になります。ではちょっと別のアプリを使って同じようになるのかも見てみたいと思います。今ですねこちら Spotify のアプリを立ち上げました。ちなみにこちらも著作権フリーのものになりますので、音に関してはね問題ありません。では早速先ほどと同じように操作してみたいと思います。ここね見ていただくとボリュームが上がっているのがわかると思います。はい、今下げてますね。ボリュームは問題ありませんね。では次に曲を送ってみたいと思います。はい、送られました。では戻ってみたいと思いますね。戻れないですね。Spotify に関してはちょっと戻れないようですね。そして一時停止をしてみたいと思います。こちらは今度大丈夫ですね。再生がされたところまでおそらく秒数だと思うんですけども、ちゃんとここまで止まってるよっていうのが分かってますので、もう一度再開します。大丈夫ですね。大丈夫ですね。戻るだけいかないですね。曲を戻すことができません。先進むしかできない。非常に前向きですね。はい、ということで皆さんが使うであろう YouTube やそして Spotify、 もしかしたらポッドキャストとかね聞かれてる方もいると思いますけども、そういったアプリに関して全く同じ挙動ではないっていうことが一つ分かりました。アプリごとにちょっと試してみないと分からないっていうところがあると思いますけども、ご自分でいろいろ試してみていただければと思います。私の方もね今後いろいろなアプリでやってみたいと思います。そして YouTube に関しては一回止めてしまうとねそこから再び再開することができないっていうのはちょっと痛いなと思いました。はい、では今日はこの辺りにしたいと思います。この動画が良かったよという方は高評価、そしてまだの方はチャンネル登録をお願いいたします。でまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。